藤井です。本日は5月の22日に行われた竜の挑戦について話したいと思います。5つに分けてまして、電人連機、立ち回り置き攻め、画面端、コンボっていうところで挑戦内容を5つに分類して、重要だと思われるところについてですね、話していこうと思います。それではよろしくお願いいたします。まずですね、電池電気のストックの使用方法が変わりました。弱中の波動拳破傷撃はですね、ストックを消費せずに打つことができるようになりました。このような感じですね。で、今日の、波動拳破傷撃のみ、ストックを消費して、使用できるっていう感じになりました。一番のレアアイはですね、OD 破傷撃ですね、大パンチ確認してこのように当てていきたいというような形になっています。続いてですね、不破3連撃と上段2連撃についても、電磁連機で、キャンセルが可能になりました。こうやって貯めやすくなったっていう感じですね。ちなみにこれ下とパンチボタンで出るのでコマンドの見直しは下を振ってください。特に、3連撃はですね、第5ス後の、画面端で有効でプラス7が取れます。2発止めの場合でもですね、遠くて反撃が届かない場合が多いです。ヒット確認して出し切るっていうことが可能になってますね。2連撃はですね、OD 速投とか強破衝撃からちょっと浮いたところにですね、ラッシュ2連撃っていうのがおすすめです。こうすると今までと、ダメージがあまり落ちず、チャージができるっていう形になっていますね。続いて立ち回りです。一番最初は、強パンですね。これのヒットのフレームが良くなったってところですね。今まで大パンチ当たっても、単発確認する必要があったところがあるんですけれども、例えばパニカンとかラッシュ大パンからですね、靴中継がつながるっていう風になっています。またパニカン時はですね、強破衝撃もつながるので、ダメージアップが見込めるっていう形になってますね。続いて、電磁波衝撃ですね。こちらも発生が早くなっていて、靴中継から電磁波衝撃がつながります。ゲージを蹴散りたいときに使うといいと思います。続いて扇風脚です。これ大きい変更になりますね。ガードバックが拡大されたってところで反撃を受けにくくなりました。ほとんど密着でガードさせない限りはですね、このように反撃を受けないっていうところで、どんどん使っていける調整になっています。そして、確認してOD 竜巻から、強小流 SA1 につなげられます。今まで SA1 ってつなげられなかったんですけれども、発生が早くなったのでつなげられるようになりました。強小流がつかるところで有効になってますね。続いてかかと落としです。ヒットの、効果が変わりました。バウンドになるので、このようになりますね。頭上付近の対空に使用可能になっています。また、密着の 2,3 フレ有利取った時っていうのも有効になりますね。これはバックダッシュとバックジャンプ、遅らせグラップっていうのを潰すことができるっていうようになっています。今まではですね、これ叩きつけてしまっていて、必殺技がスカってしまって反撃を受けるってことがあったんですけど、そういうのがなくなったっていうところでこんな風に使えるようになってますね。またですね、パリージに、定番コンボで引き強パンから竜巻っていうのがあったんですけれども、ここに関しても使うことができます。かかとから中竜巻っていうところで密着の5フレームができるんですけど、これシミができないので賛否両論かなというような感じですね。ちなみに最速でやるとこれコパンが持続になるので、中パンチからのコンボが可能になってます。続いて鎖骨割りです。こちらもフレームが良くなったっていうところになっています。しゃがんでる相手にはですね、この引き強パンっていうのがつながるようになってダメージアップが見込めます。続いて波動拳です。硬直が良くなったっていうのと、やらい判定が出なくなったってところで、相手の技にまず潰されにくくなりましたね。牽制技としてさらに優秀になりました。またですね、例えば置き攻め時に波動重ねっていうことをやるんですけど、こちらがですね、中パンチからのコンボがいけるようになりました。また電磁波動と組み合わせた、こういったコンボもできるようになっていましたね。追い込んだ時は積極的に狙うといいと思います。
続いて弱系と弱速投に関しては同時に説明したいと思います。弱系からですね、まず弱速投と OD 竜巻というのがつながりやすくなりました。こういったところで端で使うのは有効ですね。で、こちらはですね、詐欺飛びに行けるので、飛んでしまうっていうのはかなりありだと思います。続いて OD 速投です。インパクト返した時なんかの入れ替えコンボっていうのがあるんですけど、そちらがですね、簡単になりました。その場でしゃがんで、OD 速投を当てて、ダッシュして中昇竜っていう感じですね。今まで体感だった部分が簡単になったっていう感じです。次が破衝撃ですね。置き攻めになります。これがですね、定番コンボとして弱竜巻の後ダッシュして弱破傷という風にやるんですけれども、これがですね、中パンチからコンボに行けるようになりました。今までは弱系からコンボだったんですけどね。続いていわゆるダイゴスです。ダイゴスも、1段目相打ち時にコンボに行けるようになりました。これも弱竜巻の後の、置き攻めで使いますね。またラッシュダイゴスっていうのがですね、フレームが良くなっていて、プラス7フレーム取れます。なので強パンが割れないっていう連携になってます。ガンガン固めていくといいと思いますね。8だとですね、引き強パンが相手の4フレーム技と相打ちになるので、そのままコンボに行けるってところで、かなりプレッシャーがかかることになりますね。続いて、コンボなんですけど、立ち弱パン、靴弱パン、こちら同時に説明しますけれども、ラッシュなどの、コンボがつながりやすくなったっていうところで、使いやすくなったっていう感じです。続いて SA1 ですね、真空波動拳です。発生が早くなったっていうところです。中パンチのヒット確認で、ノーキャンの SA1 がつながるようになったっていうところがあります。もう一つがですね、インパクト時の、定番の壁コンボがあるんですけれども、そこでも使用可能になっています。今までここ強昇竜で占めていたのが SA1 で火力アップが見込めるっていう感じですね。最後に SA2 と SA3 ですね、ダメージが上がったっていうところです。特にですね、SA3 はですね、強昇竜からつながりやすくなりました。今までってこのコンボなんかはディレイかけなきゃいけなかったりするんですけれども、そういうのがなくなりました。また、強破傷からラッシュ強パンの後はですね、今まで中速投にしなきゃいけなかったところが強昇竜で良いというところになってますね。単純に火力アップです。はい、今回まとめます。竜の挑戦について話しました。かなり強化が施されてまして、使いやすいキャラクターになっているかなと思います。と僕使っていて面白いので、ぜひ使ってみてほしいかなというように思います。それでは本日の動画は以上になります。